G 君の石井東先生のガチの金敵を徹底解説してもらおうかなと。はい、こっちでダイレクトに後ろに回るときはこっからこっちにこれからで僕も体験してもいいですか？これはもうやばい。結構多分前蹴りは、これよりもでも中速返した前蹴りだったら、このぐらいまで行ってからで切り替えで大丈夫なんで、いけちゃえばそのままこれ動き自体が簡単動作になる。そうです。まずこんにちは、空手家大です。今回は約2年半ぶりとなる、2回目のコラボなんですが、YouTube で G 君道といったらこの人ですね。すいません、よろしくお願いします。G 君道マスター石戸先生とネミストゆきおです。よろしくお願いします。ゆきおさんです。お願いします。お願いします。お願いします。あれですね、前回のコラボの時はゆきおさんいなかったんですよ。そうですね。会ってなかったという。あれが2年半前なんですか？そうなんですよ。意外ともう経ってて。大変でしたよ。高傑先生とのコラボは聞けられて、ゆきおさんいてほしかったって神戸ちゃんと話してた。いや、ゆきおって叫んでましたね。いや少しずつ進めてはいですか？あ、そうあ、そうですか。あ、そうなんだね。これを何発の試合中に食らっているってことですよ。皆さんともう全然ですよね。あ、音いいっすね。音がやっぱりこれを生身で受ける。そうですね。ってこと？いや行かなくてよかったと未だに思ってますね。カメラはね、神戸さん。今回あれなんですかね、僕のチャンネルなんですが、カメラは神戸さんに。確かにこれ構図完全にワインチですね。完全にワインチャンネルっていう。一緒に出してもいいんちゃうか。あんまり喋んないようにしますね。もう今日はワインチャンネル並みに喋っていただいても、ワインチャンネル風で行かせていただきたいなと。わかりました。普段通りでじゃあよろしく。はい、よろしくお願いします。っていうかね、大丈夫ですか？ああじゃなくて、そうなんですよね。ちょっとやらかしてしまいましたね。やらかしてますから。折れてるんですなんかそうなんですよね。弱いってテーピング。独自テーピングでしょ。いや普通病院とかね、なんかこうしっかりでかいじゃないですか。独自でテーピングしてるだけ。でも空手家すぎる。月曜日になったんで、火水木金土日でも6日目なんで、そんなに痛くはないけど、叩かなければ大丈夫。服がバカになっちゃってるな。小指なんで大丈夫です。腕とか足だったらちょっとやばいですけどね。ちょっと気をつけながら。もう全然気になさらずに大丈夫です。すごいですね。あまり気にせず。はい。ありがとうございます。ですね。そう僕も当然ワインチャンネルの方に出させていただいてるんで、ぜひそちらも見てみて。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。前回ちょっと今回金手蹴りについて深く聞いていきたいなと思うんですけど、前回実は東先生とスパーリングをさせていただいた時に、もう開始5秒で僕の2金というか2玉というか一瞬で失いまして。これもういきなりやばいですよね。最初は前足のローのフェイントで反応を引き出して、その時バックステップだったので、次は深めに踏み込んでバックステップしたところにローを取ろうと思ったら、まさかの内側から金敵を思いっきり蹴り抜かれました。しかもこの直後の東郷先生の踏み込みに僕がバックステップを選択したんですが、東郷先生めちゃくちゃ体を倒して、なんと金敵ここで届かせられちゃいました。正直蹴られた瞬間、なんで届くのっていう感じでしたね、この時は。これでまさかの開始5秒で2金取られてしまいました。これを見ていただくと分かると思うんですが、これだけ背側を思いっきり伸ばして体を倒して指先で蹴る技は、靴を履いた金敵ならではのフォームで初めて体験する間合いでした。開始5秒で僕の2金というか2玉というか一瞬で失いまして。本当に入れられたんやったら。そうなんですよね。2枚抜きされたんですね。そうなんですよ。いきなりキーンってやられて、でって思ったら次の瞬間もう一発ガーンってやられて。いや下ネタじゃないですか。子供何人いるんでしたっけ？5人です。もういいでしょ。もういいとかじゃない。そういう問題じゃないから。でですね。いやでもその後にも子供できたんだ。
よかったよかったよかった、じゃあよかったその全てはいやなんですけど、まあ、はい当時やっぱりフルコンタクトカラーって言って、はい競技なんで筋的エリア禁止もちろんの状態で飛んでたんで、はいやっぱ早々2発もらって、あれからちょっと自分もやっぱり筋的をちょっと考えた組でしなきゃと思って自分なりにも、工夫してやって、まあ菊野先生とかのはいはいルールブルールとかでもやらせていただいていく中で、それなりに自分なりに一応筋的なことを考えてスパーリングともはいそうになったんですけど、まあ、やっぱり普段はもうフルコンタクトカラーでの練習しかしてないので、はい道場とかでこうやってコラボする時とか、なんならもうほぼ、妄想スパとかでしか筋的スパーリングができないんで、はい要はそのレベルなんですよね。なんでもう普段そういう筋的ありが当然でやってる方のガチの筋的のその思考の深さというか、を掘らせてもらいたいなとはい思いまして、わかりました今日はちょっと、ジークンド石井東吾先生のはいガチの筋的を徹底解説してもらおうかなと。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりましたじゃあこのままはいできますか。よかった絶対その世界で戦う時もそれは守ることはないですもんね。そうなんですよ。普通にこれちゃんとこう出てく時に、はいで蹴ったら向こうが反則なんで。ですよね。そうなんですよ。だから普段僕ら蹴られる前提で構えないんで、はい僕はあれなんですね、東郷先生とのスパーリング最中に筋的蹴られるからこう構えなきゃとか考えながらそれで直していったんですね。戦いながらやってたんで、だからちょっと改めてちゃんと普段それを前提でやってる人がどういう意識やってるのかとか、どういうふうに筋で蹴ってるのかとか、はいまあなんなら前回手でも叩かれてるんで、もうそこもちょっと聞いてみたいなのわかりました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どういう感じでじゃあそうですね。ちょっと待ってね。ミートとかな。なんならあれですね、最初立ち位置とかオーソドックス用、サウスポーか相手を強見解を強みたいな感じで、がっつり深掘ってもいいですか？はい。じゃあ多分、一般的に日本人で格闘技やってる人だとこうオーソドックススタイルが多いので、多分喧嘩四つになることじゃないですか、はいはいで喧嘩四つの時に、筋的を蹴る時に、こう意識してることとかっていうかよく構えてて、はいそれ筋的蹴ろうと思っ僕たらはこの構えですね。はいはい、筋的蹴ろうと思ったら、はいこっちの攻撃もはい。意識しつつ蹴るじゃないですか。そうですそうすると、はいまあ、どこのポジションと、まあ、例えば前足で蹴るとき後ろ足で蹴るときのポジションとか、そうですねはいあとはその入るときに何を意識して入ってるかとか、そのはい気をつけていること、はい例えばカウンターもらっちゃいけないんで、そうですねそこをちょっと聞いてもいいですか？はい。わかりました。じゃあミットいいですか？左でジークのこの場合ですね。先生お弟子さんですね。はいそうですはい。よろしくお願いします。ここ完全にあれですから、僕ちょっとこっち来て完全に見させてもらっていいですか？はい。生徒ここだ感でったら、まあ、当然蹴りのレンジで構えるので、この自分のこのステップをして当たる距離ですね。このレンジで構えて、で、左が相手だったら僕はここからこういう、そうインバーテッドキックっていう、どうしよう、まあ、中段に僕これ蹴られたんですインバーテックこれインバーテッド思いっきり蹴られてるんですよ僕。ここですね。ここからこっちにこう入るんですけど、これをここに入れます。だからその時僕よく使うのがこっち右側にシフトさせて、こっちに意識させます。前手を。意識させます。前手を、この前手を叩いて距離をここで測って、ここから、まあ、上に意識いくので。よし。
かストレートで蹴る場合は当然こっちにサイドステップしながら、こっちの足をここにこのラインですね、斜めの相手の正中線取るラインにここに移動するんですけど、ここに移動しながらこっちの足がつく前にここでつく前に。そうです、ワンステップです。123C だと遅れるので、ここからダイレクトにポンって入る。ちなみにごめんなさい、細かいことなんですけど、後ろ足ってはい、どういう意識でやるんですか？その後ろは軸にあるわけですか？こいつは相手との距離感、この動いてる中で当然やらなきゃいけないので、ここの幅は移動距離はその相手との距離感に応じて、ここなのか、ここでやんなきゃいけないのかというところは調整してます。はい、このなんですか、ちょっとした返しみたいなものって、距離稼ぐ時とか。もちろん距離稼ぐ時はこう、あとは前手が、リーチがある場合は特に上体をちょっとスウェーしながらこう蹴ったりもしますそうですね、上半身このままだとやっぱ当たってしまうので、この距離ここで伸ばして、こうしっかりここまで伸ばして蹴りますもんね、これ。ここはギリギリ外れました。ただやっぱりこの靴を履いてるからならではのつま先の前蹴りの間合いは本当独特ですね。蹴りますもんね、これ。伸びるんですよね。で、そうそう、つま先まで意識してしっかり、はい、この辺あれですよね、僕ら空手家って靴履かないんで、ここを当てるっていう感覚が普段ないんで、前初めてコラボの時も靴履いてるとこんな距離から蹴れるんだっていう。あとはつま先を上げちゃうとやっぱ距離が短くなるじゃないですか。でもこれはこれで効くんですよ、やっぱり。まあそうですよね。当たる場所がちょっと変わってくる、裏側から入ってくるんで、これはまた違う、もうちょっとレンジが短い時に使ったりします。それのトーキックでやられたらやばい。これやばいです。これはこれで当たるだけでももう多分悶絶っすよね。ちょっとこう弾くだけでもうじゃないですか。そうそれを動きながらこう入ったり、あとは後ろ手でこっちにパリしながらこう打っていくので、後ろ手でこうキャッチかパリしながらこっちで入ったりします。逆サイド。そう、逆サイドで、そう後ろに回るときはこっからこっちに出たり、今みたいにここからだったら例えばクロスでカウンター取ってこのままカービングして裏側に入って、これも見えないですね。先生からしたら、もう上段蹴ってくるとかなんてもういやもう本当に蹴りやすい蹴りやすいというか、だから僕らはそれを知ってるからあんまりその高い蹴りを蹴ろうとはやっぱ思わないですよね。危険すぎるので。腰から下って言いますもんね。そうですね。相手が蹴ってきた時はもうまた日本の武道とかも古武道って関節より上蹴らないですよね。そう例えば相手のリードのこのジャブに対してもここで意識がいくので、このままもうダイレクトにもう入ってしまいます、簡単に。意外と後ろ足で蹴ることって後ろ足で蹴ることももちろんあります、はい、こっちから入ったり、ただでもこっちサイドに行くときはやっぱりこっちの足が先に動くので、前足の方が当然蹴りやすいですね。で右このサウスポー同士だったらここからこっち蹴ったりもします。ここでスリップしてこのままこっちの足でこう入ったりちなみにサウスポー同士のパターンもちょっといいですか、そのまま。サウスポー同士は打ってくる、ここでこっちを先に移動させる。通常ジークンドーでは右に行くときは前足からサイドステップするんですよね、だけどこの場合これだと123っていうステップになるので、こっちでダイレクトに。
なるべくここをカウンター蹴ったらペンデュラムステップを使ってそのまま距離を稼ぐっていう感じで蹴ってるんですね。おいでドン。ちなみにこれ借りて僕も体験してもいいですか？もちろんです多分僕のファールカップだとコツンって蹴られたら多分ハウってなるんですよね。こうちょっとちっちゃい競技用のやつなんでちょっ経験したいんですね。となんか間合いとか経験してるんですまあなるほどね。1個やね今日持ってきたの。2個ないよね。ありがとう。なんで？いやいやいや、ないですけど。あればいやいやいやあればないですけど、たまたま1個っていうね。いや東月先生とやるときはもう本当に距離がもう遠いからまあね。まあ大変ですよね。いやでもこの前はもう瞬殺されましたね。そうだからよりそのリーチを自分のリーチを最大限にこう生かしてなるべく遠間から当てるっていう。そうだから前回のそのスパの時にこんなとこから届くんだと思ってそうなんですよね。はいほんでちょっとせっかくだから体験したい。はい OK です。ここからなるべくここの頭の高さ変えずに。ああ一回ガチスピードでやってもらっていいですか？こうやってストップ。ほらここでもそれでしょ。あそう本当だほら本当だ簡単だ。こっちの方がいいですかね。すみません。はい。いいですか。オッケー。これが全身って感じで、怖っ寸止め。普通に怖っ。じゃあ寄るパターンいきますか。ありがとうございます。今回ちょっとご質問いただいた、ローキックの、流しですね。実はこの流しに関しては僕に関してはもう本当試合中に偶然できた技で。あれ？誰？あどうぞ。マジで？